さあ、奴隷制度の始まりです。確定申告の季節がやってきました。生きているだけでお金を吸い取られる、そんな季節です。では、今からやっていきましょうか。で、以前は e-tax でやったんですけど、機械がね、取れないんですよね。で、一応なんか証拠になるデータがあるんですけど、結局、ちょっと意味が分かれへん。なので、今回は、一応ネット上で書類を作成して、提出は税務署に提出するという形にしたいと思ってるんです。で、あとは、あれですわ、マイナンバーカードが必要になってきます。そんな感じでやっていきましょう。確定申告。あ、これでいいか。作成コーナー。で、これ広告を引っかからずに、ここまで来て、やりましょうか。これですね。で、作成開始。なんだらこれで、印刷して書面提出する。クリックして、で、ここですね。通常環境をご確認くださいと。大概もういけますね。で、ブラウザが増えてますわ。IE11 までやったんですけど、Edge とか Firefox、Chrome も、まあ大丈夫ですよ、みたいな感じになりましたね。で、利用規約に同意して、次へ。で、今現在平成31年なんで、去年の、申告書ですね、を作成します。なので、この上の平成30年分の申告書などの作成をクリックして、まだいっぱい出てきますね。所得税と決算書、収支内訳書、消費税、贈与税と。で、僕の場合は、一応事業をしてて、まあ、決算書とか収支内訳書ですね。2番目の方ですね。で、多分、社員の方とかは所得税の方になってくると思います。で、僕は一応事業の青色申告をしたいので、2番ですね。決算書、収支内訳書をクリック。で、作成開始をクリック。で、今回は、書面で、僕は税務署に持っていくんですけど、まあ、郵送でもできるということですね。郵送なので提出。で、なんでこういうことをするかというと、機械がね、e-tax ちょっと意味がわかんなかったんで、電子の機械がどうのこうの言って、よくわかんなかったんで、ちゃんとその書面での、機械が欲しいので、印刷して郵送などで提出するという形にしたいです。で、あとは、下の作成決算書、収支内訳書の選択ですね。は、青色をしますので、青色でしたら65万円控除ですね。で、白色は、今はもうあれなのかな、10万円控除かなになってます。申告書決算で、チェック入れて、入力終了、次へ。一般営業所得がある方もいます。で、農業とか不動産所得がある人は下の方ですね。で、僕は普通の事業で営業所得なので、一番上の入力するをクリック。で、決算書ですよね。こんな感じで。で、いじくるところは、まあ、売上金額ですよね。この青色になっているところをクリックする。一番左上の売上、収入、閉じ金額、雑収入を含む、閉じるですね。をクリックして、なら、一応、1月から12月分の売上とかを、まあ、仕入れ金額とかを入力できます。で、あと、
雑収入とか家事消費など。で、それができない人、は、合算で数値下の方ですね。合計金額でいきますので、ここで、僕はもう入れます。あれか。500万ぐらいしようか。500万。で、入力終了という形で、そしたら売上金額が入りましたので、差し引き金額、控除前の金額ですね。あとは、もちろん経費ですね。で、租税効果とか、租税効果切手とかそうなんですよね。で、水道光熱費、事務所の水道光熱とかそうなんです。租税効果、1万円、水道光熱費。で、料金交通費、通信費が意外とね、来るんで、絶対ぼったくりやで。システムだけしかもソフト的なものでやってんのに。思いません？広告宣伝費ですね。で、あと接待してはんのやったら、食費とかそうなんですよね。食費じゃない、飲食店の、そうなんですよね。損害保険料。保険ですよね。で、修繕費、なんか修理したりとかですね。で、消耗品費ですね。こんな感じかな。で、入力終了次へ。で、これで決算書は終わったのかな。で、今度はまた入力終了次へですね。65万か、青色申告で65万か10万どっちにするっていう形ですね。とりあえず65万。で、決算書作成コーナーで、解釈対象表を作成しますか？作成します。これ、下の方、入力データの一時保存、ここまでのやつ保存できますんで、もし保存した方はこれをクリックして、で、これ入力のデータをダウンロードしてもらったら、でとりあえず入力終了次へ。解釈対象表を、入力していくと。で、次へで、事業所とかの入れていくと。サービス。整理番号があるんやったら書いてください。で、基本的には何も税務署と関わってなかったら整理番号ないと思うんで、そのまま空欄でいいと思います。で、提出が31年の、3月の適当に6日とか。で、屋号を、で、決算書作成終了次へをクリックと。で、決算書の収支内訳書の印刷ですね。印刷するんでしたら、この印刷手順のところの帳表表示印刷で印刷すると。これ、だから PDF やからダウンロードしてやるという形ですね。で、印刷終了しましたと。で今度は、入力データを保存する。このデータをだから保存すると次に出すということですね。入力データの保存は。
で、一番最後のこの申告書の作成ですね。これが必要になってきますよ。で、所得税の確定申告書を作成する。チェック。で、一応ね、確認で入力した情報を引き継いで所得税の確定申告書を作成しますか？はいで。なら、作成開始で、ポチッと。で、申告される方の生年月日を入力して、所得控除などの入力フォームについて、以下にチェックを入れて入力終了をクリックすると、申告書の模式をイメージした入力画面をご利用いただくことが可能です。こっちの方が僕はやりやすいんでチェックを入れます。で、入力終了。で、こんな感じで出てきますね。ここですね、所得から差し引かれる金額が重要になってくると思います。まあ、大体は、はがきとかで来てると思うんですけど、その社会保険の、あれは必ず保管しておかないといけないんですけど、社会保険のはがきとかですね、社会保険料控除ができますんで、国民年金、適当に。で、あとは医療費ですよね。医療費でなんかかかったりするんでしたら、ここをまたクリックしていただいて。前に戻る。医療費ですね。で、あとは、生命保険入ってるはずのやつはこれですよね。生命保険入力。これでいいかな？あんまりわかんない。次です。OK。こんな感じでいいんかな。で、あと地震保険があるんやったら地震保険で入力すると。こんな感じですよね。あとはこれ、寄付金控除ですよね。ふるさと納税。ふるさと納税とかそうなんじゃないね、これ。都道府県にがあんねや。これ多分ね、証拠になるあれもいるんちゃうかな。はい。適当に。で、次です。で、OK。で、入力終了してもらって、納税額は、クリック。入力して。あなたの納税額は27,300円。で、入力終了と。で、入力終了。納税場所ですね。事業所などにチェック入れて、で、これでいいんかな。で、ここですね、平成30年。
1月1日の住所、上記の住所と同じでしたら、チェックを入れると。提出年月日は、3月の、適当にしておくと。この提出年月日と、平成31年1月1日の住所を入力すると。で、入力終了。で、マイナンバーカードをで入力して、それも OK。で、ここですね、帳票表示で印刷するみたいな形ですね。ほんなら、PDF でできると。次へ進むで、こんな感じで、で、終了で終わりという形になります。Thank you for watching. Cat and Dog posts videos such as cats, useful items, DIY and bike, good and good channel registration. Thanking you in advance. Please come back again.